おはようございます。今日もエンジンの始動は絶好調です。そして空は雲一つない快晴に恵まれました。今日はこんな感じでエーゲ海に近い地中海沿岸の約 400km 弱を走ります。さてここで突然ですが、今回私がレンタルしたバイクをご紹介します。スズキの V ストローム、排気量は 650cc、 水冷の4ストローク DOHC4 バルブで90度 V ツインエンジンです。レンタルする前は取り回しが若干心配だったのですが、意外と軽快に動いてくれて心地よく走ることができました。ただ今回最も困ったのがフロントの ABS です。フロントの ABS がやたら効きすぎて、何度か晴れた平坦な道でもブレーキがなぜか効かない状況になりました。多分私が ABS に慣れていないだけだとは思うのですが、何度か怖い思いをしました。さて今日これから向かうのはエフェソス遺跡です。エフェソスはトルコ西部のエーゲ海沿いにある古代都市遺跡です。世界でも保存状態が良いローマ都市の一つと言われていて、2015年にユネスコ世界遺産にも登録されています。世界遺産に登録された理由として、まず古代ギリシャからローマ都市の保存状態が良いことと、宗教史交番都市としての歴史が評価されたことにあります。それにしても今日も本当に良い天気になりました。何度もこの YouTube の中で言っていますが、去年のノルウェーは本当にひどすぎました。もう何と言ってもノルウェー走行中の全日程で雨でした。今回のトルコツーリングは全日程で快晴です。やはりバイクだと天候は晴れに限ります。で、昨晩宿泊したパムッカレからエフェソスまで約 200km あります。さらに今日宿泊するエフェソスからベルガマまでも約 200km あります。正直若干無理のある工程なんですが、気をつけて走ります。そんなわけで走っているところだけを動画にするわけにもいかず、今日の動画は遺跡などが中心になること、どうぞご容赦ください。正面エフェソスの標識が見えてきました。まもなく到着と言いたいところですが、渋滞にはまってしまいました。ようやくゲートまでやってきました。結構混んでいます。こちらに駐車することにします。それでは早速エフェソス遺跡に入っていきましょう。さすがは人気スポットだけあります。入場料は40ユーロでした。ではゲートに入っていきましょう。まず最初にマイルストーンズの案内が見えてきました。こちらは古代ローマ時代の利定表、すなわち距離標識です。古代ローマでは主要道路に沿って一定間隔で石柱が設置されていました。
アルカディア通りは古代ローマ時代のメインストリートで、港と都市の中心を結んでいた最も重要な道路の一つです。長さ約500メートル、幅は11メートルで、両側には列柱が並ぶ豪華な通りでした。通りの両側には商店や公共施設が立ち並び、夜間照明もあったということです。正面に野球場みたいなのが見えてきました。ザ・グレートシアター大劇場は古代ローマ時代の巨大な野外劇場で、演劇や音楽、詩の朗読、政治的な集会、剣闘士の試合などに使われました。収容人数は約2万5000人、大観客席の規模は直径154メートル、高さ38メートルの半円形になっています。紀元前3世紀ギリシャ時代に建設され、ローマ時代に拡張されました。歴史的エピソードとして、キリスト教の使徒聖パウロがここで布教活動を行った際、民衆がこの劇場に集まり大騒動になったという記録が新約聖書の中に残っています。マーブル通りは大理石で舗装された道なのですが、私が行った時は修復中で木造でした。テトラゴノスアゴラは巨大な商業広場です。ここは古代エフェスの巨大ショッピングモール兼取引所で、商人たちはまず最初に訪れる重要なエリアです。経済活動の中心地として食料や織物、香料などの商品が売買されました。正面に見える大きな神殿みたいなのがテルスス図書館です。西暦110年頃から建設され、内部には約1万2000巻の書物が収蔵されていました。2階建てに見えるのが遠近法で大きく見せる設計で、柱の配置や高さが微妙に違っているため立体感を演出しています。残念ながら3世紀頃に火災で内部は焼失してしまい、現在見られるのは復元されたファサードになっています。こちらは娼婦館になります。ただ本当に商館だったかどうかはまだ確定していないそうです。発掘された像や装飾からそう呼ばれているだけということになっています。ラトリンは古代ローマ時代の公衆トイレです。これは昨日のヒエラポリスと同じく大理石のベンチに穴が並んで、常に水で汚物を流す仕組みになっています。ハドリアヌス神殿はローマ皇帝ハドリアヌスに捧げられた小さくも美しい神殿です。コリント式の華やかな柱や精巧なレリーフ彫刻が特徴です。バリウス浴場は古代ローマ時代の公衆浴場です。2世紀頃、ローマの役人バリウスによって建設されたと言われています。ローマの浴場は単なるお風呂ではなく、社交やリラックス、ビジネスの場だったと言われています。トライアヌスのニンファエームは巨大な装飾噴水です。トライアヌス帝に捧げられた噴水で都市に水を供給し、人々の憩いの場となり、権力や豊かさの象徴でした。ドミティアヌス神殿はローマ皇帝ドミティアヌスを祀った神殿で、自分を神として崇拝させた皇帝崇拝の神殿です。ドミティアヌス帝は死後暴君とされ、評価が一変しました。死後、名前や像が破壊され、神殿も別の用途に変更された可能性があるということです。上のアゴラは政治・行政の中心となる広場でした。ここでは主に政治的な集会や公的な儀式、行政関連の活動が行われました。オデオンは小規模な劇場兼議会施設でした。収容人数は約1500人、当時は屋根付きだったと考えられています。
議会や市の政治会議、意思決定の場として活用されたほか、音楽演奏や詩の朗読など文化的な催しも行われました。さて、これでエフェソス遺跡巡りは終わりです。石の遺跡で静かな印象があったのですが、どこか人の気配が残っているような、そんな雰囲気を感じました。歴史の深さはもちろんですが、当時の人たちの生活をありのままに感じられる場所でした。さて、それでは出発します。まだエフェソス遺跡を出てすぐなんですが、右側には遺跡らしきものが見えてきました。どうやらまだこの辺りは発掘調査しきれていないところのようです。エフェソス遺跡の発掘調査は19世紀から開始されていますが、現在もまだ調査中となっています。しかも現時点でまだ全体の 10% から 15% しか発掘されていないということのようです。で、いろいろ調べたところ、エターナルエフェサスというのがあるようです。エターナルエフェサスとは、エフェソス遺跡を長期的に発掘、修復、保存していくための国家プロジェクトです。トルコ政府が主導している取り組みで、2020年代に入って本格化したそうです。5年後、10年後にここに来た時には、また新しい景色が見れるのかもしれません。今日はこの後どこかに立ち寄る予定はもうありません。ここから約 200km ほど離れたベルガマにホテルを予約しています。このままホテルに向かいます。トルコツーリングも残すところあと1日になりました。明日はバイクを返却しなくてはなりません。あのイスタンブールの街中を走ってバイク屋まで無事にたどり着くことができるのか、本当に不安です。バイク屋の人が途中で合流してくれると本当に助かるのですが、ベルガマに入りました。当初ツーリングを計画した時にはチャナッカレという町に宿泊するつもりでした。で、ホテルを予約するタイミングでエフェソスからチャナッカレまでの距離を確認したら 400km 弱あることが分かり、とてもじゃないけどエフェソスの遺跡をのんびり見学してから行ける距離ではないということが分かりました。そこで他にどこかないか調べてベルガマにした次第です。チャナッカレにはエーゲ海の島々やトロイの遺跡があってとても魅力的な町だったのですが、今回宿泊するベルガマは古代ベルガモン王国の都の跡であり、世界遺産にもなっています。きっと明日も素敵な風景を楽しめるはずです。随分と細い道に入りました。どうやらこの右側の建物が今日宿泊するホテルのようです。昔の貴族の館みたいな立派な門があります。
どうやって中に入ったらいいものか分からず、うろちょろと挙動不審になってしまいました。今日の夕食はホテルにあるレストランにしました。こんな感じでとても落ち着いた雰囲気のあるレストランでした。まずは野菜サラダからいただきます。エフェス到着しました。心地よい音が鳴り響きます。今日もたくさん歩いたので内臓に染み渡ります。メイン料理が届きました。いただきます。パパラパラパラパパ